り解説。1982年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1982年ってどんな年だったか覚えてる？お、いい質問だぜ。1982年は、日本でも世界でも映画界が盛り上がった年だったんだ。特に日本ではハリウッド映画が次々と公開されて、大ヒットを記録した作品も多いんだぜ。それは気になるね。どんな映画が話題になったの？例えば、SF 映画の金字塔、ブレードランナー、感動のファンタジー映画、E.T., そしてアクション映画の代表作、ランボーなんかがあるぜ。それに日本映画も負けてなくて、蒲田行進曲や、桐生院花子の生涯みたいな名作が生まれたんだぜ。なるほど。どれも聞いたことある映画ばかりだね。でも、それを今からランキング形式で紹介していくぜ。第10位。優勢からの物体 X。第10位は、優勢からの物体 X。これってどんな映画なの？優勢からの物体 X は1982年に公開されたアメリカの SF ホラー映画で、ジョン・カーペンターが監督した作品だぜ。南極の研究基地を舞台に、謎の生命体物体 X が人間や動物に寄生して姿を完全にコピーするという、めちゃくちゃ不気味な映画なんだ。姿をコピーするってことは、つまり、誰が本物で誰が偽物かわからなくなるってこと？その通りだぜ。乗っ取られた人間は完全にコピーされるから、見た目だけじゃなくて記憶や性格まで同じ。だから、研究チームのメンバーはお互いを疑い始めて、疑心暗鬼の極限状態に陥るんだ。仲間の中に敵がいるかもしれないっていうのは、かなり精神的に来るぜ。ひゃあ、想像するだけでゾクッとするね。でも、どうして南極が舞台なの？それも重要なポイントだぜ。南極っていう閉ざされた環境だから、外部との連絡が絶たれて逃げ場がない。さらに、もし物体 X がこの研究基地から脱出すれば、世界中に感染が広がるかもしれない。そういう極限状況の中で、研究者たちは誰が感染しているのかわからないまま、疑い合うことになるんだ。うわぁ、めちゃくちゃ怖いね。で、この映画って当時はどんな評価だったの？実は、公開当初はあまり評判が良くなかったんだぜ。1982年って、E.T. が公開された年だから、感動的で温かい SF 映画が求められていたんだ。そんな中で、優勢からの物体 X みたいなグロテスクでダークな映画は、観客や評価からあまり受け入れられなかったんだ。こんなに面白そうなのに？ところが後になって、映像技術の高さや心理的な怖さが再評価されて、今では SF ホラーの傑作として語り継がれてるんだぜ。特にクリーチャーデザインはすごいぞ。物体 X は寄生した生物の姿を取り込んで、ありえない形に変形するんだけど、そのグロテスクさがめちゃくちゃリアルで迫力満点だ。つまり、当時の最先端技術が詰め込まれた映画なんだね。でも、そんなに怖いなら、ホラー苦手な人にはきついかな？確かに、ビジュアル的にグロいシーンが多いし、音楽や演出も緊張感たっぷりだから、ホラーが苦手な人にはちょっとハードかもしれないな。でも、心理的な怖さと SF 要素が絶妙に組み合わさってるから、ホラー好きなら絶対楽しめる映画だぜ。第9位。コナン、ザ・グレート。第9位は、コナン・ザ・グレート。コナンって、名探偵の方？違う、コナン・ザ・グレートは、1982年に公開されたアメリカのアクションファンタジー映画で、筋肉ムキムキの戦士コナンが活躍する剣と魔法の世界の話だぜ。主演はアーノルド・シュワルツェネッガーで、彼の出世作としても有名なんだ。シュワちゃんの映画なんだね。でもどんな話なの？物語はコナンの幼少期から始まるんだ。彼の家族や村は邪悪な魔術師タルサブームの軍団に襲われて、両親を目の前で殺されてしまう。コナン自身は奴隷として連れ去られるんだけど、過酷な環境の中で鍛え上げられ、やがて最強の戦士として成長するんだぜ。なんか復讐の匂いがするね。その通り、成長したコナンは自由を手に入れて、旅の途中で仲間たちと出会いながら、
両親の仇であるタルサブームを倒すために戦いに挑むんだ。巨大な剣を振るって戦うコナンの姿は圧巻だぜ。でも、この映画ってどんなところが人気だったの？まず、シュワルツェネッガーの圧倒的な肉体美が話題になったぜ。当時の彼はボディビルダーとして有名だったから、まさに漫画から飛び出してきたかのような戦士そのものだったんだ。それに、壮大な世界観と豪快なアクション、重厚な音楽も映画の魅力を引き立てているんだぜ。確かに、ファンタジー世界と筋肉アクションって相性良さそうだね。でも、ファンタジー映画って当時そんなに人気があったの？実は、コナンザ・グレートが公開された頃は、今ほどファンタジー映画のブームはなかったんだ。でも、この映画の成功で、後のファンタジー映画に大きな影響を与えたって言われてるんだぜ。第8位、疑惑。第8位は、疑惑。日本映画っぽいタイトルだけど、どんな作品なの？疑惑は1982年に公開された日本の社会派サスペンス映画で、原作は松本清張の小説だぜ。監督は野村義太郎。主演は岩下志麻と桃井かおりだな。松本清張の作品らしく、人間の心理や社会の闇を鋭く描いた重厚なミステリー映画なんだ。松本清張の原作か。それだけでなんか面白そうな気がする。この映画のあらすじをざっくり説明すると、ある富豪の男性が港で謎の転落死を遂げるんだ。ところが、その妻である白川熊子、桃井かおりが、多額の保険金目当てで夫を殺害したのではないかという疑惑が持ち上がる。そして、彼女の弁護を担当することになったのが、敏腕弁護士の佐原律子、岩下志麻。彼女は世間から魔性の女と呼ばれる熊子を弁護することになるんだ。なるほど。だから、疑惑ってタイトルなのね。熊子は本当に犯人なの？そこがこの映画の一番の見どころだぜ。熊子は世間的には完全に黒と見られていて、マスコミも彼女を悪女扱い。でも、映画が進むにつれて、事件の裏側にある複雑な人間関係や、熊子の過去が明らかになっていくんだ。それって、観客の視点も揺さぶられる感じなの？まさにそうなんだぜ。観客は最初、熊子は典型的な悪女だと思うけど、彼女が本当に悪なのか、それとも単なる被害者なのか、どんどん考えさせられるんだ。それに、彼女を弁護する佐原弁護士も、ただの正義の味方ではなく、彼女の態度に苛立ちを覚えながらも、冷静に弁護を進めていく。この二人の対話がすごく緊張感があって、まるで心理戦のような展開になっていくんだぜ。サスペンス映画って、そういう心理戦が面白いよね。でも、当時の評価はどうだったの？大ヒットしたってわけじゃないけど、松本清張原作の映画の中でも特に評価が高い作品だぜ。桃井かおりの演技が圧倒的だったし、岩下志麻の冷静な弁護士役もすごくかっこよかった。特に桃井かおりの魔性の女っぷりは、日本映画史に残るレベルだって言われてる。それなら、松本清張作品が好きな人は絶対見た方がいいね。第7位、ランボー。第7位は、乱暴。あれ？この映画ってシリーズものだよね？そうだぜ。ランボーは1982年に公開されたアメリカのアクション映画で、シリーズの第一作目なんだ。主演はシルベスター・スタローンで、彼が演じるジョン・ランボーは、戦争のトラウマを抱えた元グリーンベレーの兵士だぜ。なるほど。戦争映画なの？いや、戦争映画というよりは、戦争から帰還した兵士が社会でどう扱われるかを描いたアクションドラマだな。ベトナム戦争が終わった後、帰還兵たちは英雄扱いされるどころか、社会から冷たく扱われたり、差別されたりすることが多かったんだ。乱暴もその一人で、戦場で生き残ったのに、祖国では孤独な生活を強いられていたんだぜ。それで、どんな話なの？物語は、乱暴が昔の戦友を訪ねるところから始まるんだけど、その友人はすでに亡くなっていて、乱暴は寂しく街を歩いていたんだ。そこに登場するのが、地元の保安官ティズル。彼は乱暴を不老者だと思い込み、街から追い出そうとするんだ。でも、乱暴は特に悪いことをしたわけじゃないから反発する。すると、ティーズルは彼を無理やり逮捕し、警察署でひどい扱いをするんだ。ひどい話だね。
そうなんだ。乱暴はそのまま黙って耐えるかと思いきや、かつての特殊部隊のスキルを駆使して、警察署から脱出するんだ。そこから、彼と地元警察の壮絶な追跡劇が始まるんだぜ。じゃあ、乱暴はただの暴れん坊ってわけじゃないんだね。その通り、彼は最初から戦いたかったわけじゃなくて、自分を追い詰めてきた人間たちに反撃しただけなんだ。乱暴は戦場で戦い抜いてきたけど、本当は平和に暮らしたかったんだ。それなのに、戦争の影響を受けた社会が彼を追い詰めてしまうんだぜ。なんか、ただのアクション映画とは違う深いテーマがあるんだね。そうなんだ。実際、原作小説、一人だけの軍隊は、戦争期間兵の社会問題を扱った作品なんだぜ。公開当時の評価はどうだったの？めちゃくちゃヒットしたぜ。アクション映画としての面白さだけじゃなくて、戦争の後遺症を抱えた兵士の苦悩を描いた作品として、深みのある映画として評価されたんだ。それに、この作品がきっかけでスタローンは世界的なアクションスターになったんだぜ。第6位 E.T. 第6位は E.T. これって、宇宙人の映画だよね？そうだぜ。E.T. は1982年に公開されたアメリカの SF 映画で、監督はスティーブン・スピルバーグ。宇宙から来た小さな異星人と、少年の友情を描いた感動のファンタジー映画だぜ。スピルバーグ監督の作品なら、間違いなく面白そうだね。でも、どんなストーリーなの？物語の主人公は10歳の少年エリオット。ある日、彼は森で迷子になった不思議な生き物を見つけるんだ。それが E.T. 彼は地球にやってきた宇宙人の一人だったけど、仲間とはぐれてしまったんだぜ。それって大ピンチじゃん。そうなんだ。E.T. は地球に残されて、どうすることもできなくなっていた。エリオットはそんな E.T. をこっそり家に連れ帰って、兄や妹と協力しながら E.T. を守ろうとするんだ。でも、E.T. はふるさとの星に帰りたがっていて、そのために E.T. フォンホームって言葉を繰り返しながら、宇宙と交信しようとするんだぜ。そのセリフ、聞いたことある。有名なシーンだからな。だけど、E.T. の存在が次第に政府の機関にバレてしまって、エリオットたちは彼を守るために必死になるんだ。やがて、E.T. は地球の環境に適応できなくなって弱ってしまうんだけど、エリオットとの絆は深まり続けるんだぜ。うわぁ。なんか泣けそうな話だね。その通り、ただの SF 映画じゃなくて、友情と別れをテーマにした感動作なんだ。特にラストシーンは涙なしには見られないぞ。エリオットと E.T. の別れのシーンで、E.T. が指を光らせてエリオットの額に当てながら、僕はずっと君の心の中にいるって伝えるんだ。ここで号泣する人が続出したんだぜ。そんな感動的な展開だったんだね。でも、この映画ってどれくらいヒットしたの？もう、めちゃくちゃ大ヒットしたぜ。公開当時の世界興行収入は約8億ドルで、当時の映画史上最高のヒット作になったんだ。しかも、アカデミー賞では視覚効果や音響編集など4部門を受賞して、まさに名作中の名作だぜ。第5位狼男アメリカン。第5位は、狼男アメリカン。アメリカンな狼男ってどういうこと？これは1981年に公開されたアメリカのホラー映画で、日本では1982年に公開されたんだぜ。監督はジョン・ランディス。ホラー映画なんだけど、ブラックユーモアもたっぷり盛り込まれた異色の作品なんだ。ホラーなのにブラックユーモア？どんな話なの？主人公はアメリカ人の大学生デビッドとジャック。この二人はイギリスを旅行中に、人里離れた村で狼男に襲われるんだ。ジャックは殺されてしまい、デビッドは重傷を負いながらも奇跡的に生き残る。でも、実はこの時、デビッドは狼男の呪いを受けてしまっていたんだぜ。つまり、デビッドは、そう、満月の夜になると狼男に変身してしまうんだ。しかも、その変身シーンが映画史に残るほどリアルで衝撃的なんだぜ。変身シーンがすごいの？この映画の最大の見どころが、特殊メイクによる変身シーンなんだ。CG がなかった時代だから、アニマトロニクスとメイク技術を駆使して、
骨がきしむ音や毛が伸びていく様子をじっくり見せてるんだぜ。あまりのリアルさに、この映画の特殊メイクを担当したリック・ベイカーは、アカデミー賞で最優秀メイクアップ賞を受賞したんだ。うわぁ。想像しただけで怖い。でも、ブラックユーモアって言ってたけど、どんな感じなの？例えば、幽霊になったジャックがデビッドの前に現れて、お前も狼男になったんだから、自分を殺せ、って笑顔でアドバイスするんだ。でも、その言い方がめちゃくちゃ軽いノリだから、怖いのに笑えるっていう独特の雰囲気になってるんだぜ。ホラーなのにそんなノリなの？なんかすごく独特な映画だね。そうなんだ。だからこそ、ホラー映画なのにコメディっぽい要素もあって、単なる怖い映画じゃないんだぜ。デビッドの葛藤や、彼が恋する看護師とのロマンスも描かれていて、ただのホラーじゃなくてドラマ性も高いのが特徴だな。第4位、蒲田行進曲。第4位は、蒲田行進曲。あれ？このタイトル、なんか昔の映画みたいな雰囲気だけど？そう思うのも無理はないな。実際、蒲田行進曲は1982年に公開された日本映画だけど、物語の舞台は昭和初期の映画撮影所なんだ。監督は深作金次。原作と脚本は塚公平。映画業界の裏側を描いたヒューマンドラマでありながら、笑いあり涙ありの名作なんだぜ。映画撮影所が舞台の映画って、珍しいね。どんなストーリーなの？物語の主人公は、大部屋俳優の平田充。彼は時代劇の撮影で階段落ちという超危険なスタントをやらされる役なんだけど、本当に危険なシーンばかりで、報われない日々を送ってるんだ。そんな彼が恋愛関係を持っていた小夏、松坂慶子という女性がいて、彼女はスター俳優の銀四郎、風間森夫の子供を身ごもっていた。じゃあ、その銀四郎っていう俳優が彼女を支えるの？ところがどっこい。銀四郎は責任を取ろうとしないんだ。むしろ、安に向かって、お前、小夏を引き取れ、って押し付けるんだぜ。それって安にとってはすごく理不尽じゃない？そうなんだよ。でも、安は銀四郎のことを慕っているから、結局その頼みを受け入れちゃうんだ。そして、小夏と一緒に暮らしながら、子供が生まれるのを待つことになる。でも、その間も映画の撮影は続いていて、安はスター俳優の銀四郎を支えながら、自分の大仕事である階段落ちに向かっていくんだ。うわぁ。なんか切ないね。でも、その階段落ちってそんなに大変なシーンなの？めちゃくちゃ大変だぜ。何十段もある急な階段を、一気に転がり落ちるシーンなんだけど、当時の撮影技術じゃスタントマンの命がけだったんだ。実際にこの映画のクライマックスでは、安がその階段落ちを決行するシーンがあるんだけど、映画史に残る名シーンになったんだぜ。映画のために命を懸けるなんて、まさに職人の世界だね。そうなんだ。この映画は、報われない大部屋俳優の安の生き様を描きながら、映画業界の厳しさや、夢を追いかけることの意味を問う作品なんだぜ。そして、銀四郎、小夏、安の三人の関係も、人間味に溢れていてめちゃくちゃ魅力的なんだ。なるほど。コメディ要素もありつつ、最後は泣ける作品って感じ？その通りだぜ。笑いながら見てたのに、最後には涙が出る。そんな映画なんだ。第3位、桐生院花子の生涯。第3位は、桐生院花子の生涯。なんか歴史ものっぽいタイトルだね。そうだぜ。これは1982年に公開された日本映画で、原作は宮尾登美子の同名小説。監督は医者英雄。主演は中台達也と夏目雅子だ。戦前の高知を舞台に、ヤクザ社会で生きる女性たちの壮絶な人生を描いた作品なんだぜ。ヤクザ社会ってことは、結構ハードな話なの？めちゃくちゃハードだぜ。この映画の主人公は桐生院正五郎、中台達也。彼は高知のヤクザの大親分で、男気あふれる豪快な人物なんだ。でも、ある日、正五郎の愛人の娘松江、夏目雅子が彼の家に引き取られることになるんだ。自分の娘じゃなくて、愛人の娘？そう。松江は本当の娘じゃないんだけど、正五郎は彼女を娘として育てるんだ。だけど、ヤクザの世界は甘くない。
松江は幼い頃からその過酷な環境に巻き込まれ、やがて大人になっても、政五郎の思惑やヤクザのしきたりに縛られながら生きていくことになるんだ。なんか、自由がなさそうで大変そう。そうなんだ。松江は政五郎の庇護のもとに暮らすけど、女性としての人生は決して幸せとは言えない。そんな中、彼女はある男性と恋に落ちるんだけど、ヤクザの掟や政五郎の考えがそれを許さないんだ。うわぁ。やっぱり厳しい世界なんだね。でも、桐生院花子って誰なの？実は花子は、松江ではなく、政五郎の本当の娘なんだ。だけど、物語のメインは松江の視点で進むから、タイトルの桐生院花子の生涯っていうのは、松江の生き様も象徴してると言われてるんだぜ。なるほどね。じゃあ、この映画の一番の見どころは？やっぱり、松江を演じた夏目雅子の演技だぜ。彼女が劇中で発する、舐めたらいかんぜよ、っていうセリフは、日本映画史に残る名セリフなんだ。あ、それ聞いたことある。めちゃくちゃかっこいいセリフだよね。そうなんだ。松江は苦しみながらも、ただの従順な女じゃなくて、自分の意志を持って生きようとするんだ。そんな彼女の強さがこの映画の魅力の一つなんだぜ。第2位、ブレードランナー。第2位は、ブレードランナー。この映画って、SF 映画の金字塔ってよく聞くけど、そんなにすごいの？そうなんだぜ。ブレードランナーは1982年に公開されたアメリカの SF 映画で、監督はリドリー・スコット、主演はハリソン・フォードだ。この映画は、ただの SF アクションじゃなくて、哲学的なテーマやサイバーパンクのビジュアルが評価されて、今でも語り継がれているんだぜ。そんなに奥深い映画なんだ。でも、どんな話なの？舞台は2019年のロサンゼルス。そこでは人間そっくりのアンドロイドレプリカントが作られていて、過酷な労働に使われていたんだ。でも、レプリカントの一部が反乱を起こして地球に逃げ込むようになって、それを処理するための専門捜査官がブレードランナーなんだぜ。じゃあ、主人公はそのブレードランナー？そう、ハリソン・フォードが演じるリック・デッカードが、逃亡したレプリカントたちを追う役なんだ。彼は任務として、危険なレプリカントたちを処理しなきゃいけないんだけど、追ううちに彼らが単なる機械じゃなくて、感情や自我を持っていることに気づき始めるんだ。なるほど。じゃあ、ただの SF アクションじゃなくて、人間とは何かっていうテーマがあるの？まさにそこがポイントだぜ。レプリカントたちは、人間と変わらない感情を持っているのに、寿命がたった4年しかない。そんな短い命の中で、必死に生きようとする彼らの姿は、逆に人間以上に生きるってことを考えさせるんだ。うわぁ、それってすごく深いテーマだね。でも、映像的な魅力はどんな感じなの？それが、この映画の最大の特徴なんだぜ。未来のロサンゼルスは、ネオン輝く巨大都市で、アジア系の看板が並んでいたり、スチームが立ち込めていたり、今でいうサイバーパンクの世界観が作り込まれてるんだ。これが、後の SF 作品にめちゃくちゃ影響を与えたんだぜ。確かに、そういう未来都市のイメージって、今でも映画やアニメでよく見るね。そうなんだ。広角機動隊とか、サイバーパンク2077みたいな作品は、全部、ブレードランナーの影響を受けてるんだぜ。じゃあ、この映画って当時から評価されてたの？実は、公開当初の評価は微妙だったんだ。暗くて難解なストーリーが一般の観客には受け入れられなかったんだぜ。でも、時間が経つにつれて、その哲学的なテーマやビジュアルの凄さが評価されて、今では SF 映画の最高傑作の一つと言われるようになったんだ。ロッキーついに第1位、キー3。あの有名なボクシング映画のシリーズだよね？その通りだぜ。ロッキー3は1982年に公開されたアメリカのスポーツ映画で、シルベスター・スタローンが主演、監督、脚本を務めた作品だ。ボクシング映画の金字塔であり、シリーズの中でも特にエンタメ性が高く、人気がある一本なんだぜ。確か、ロッキーは最初は無名のボクサーだったよね？そうなんだ。第一作目では、無名のボクサーだったロッキー・バルボアが、チャンピオンのアポロ・クリードと戦って名を挙げたんだ。そして、ロッキー2では、
そのアポロに再戦を挑んで、ついに世界チャンピオンになった。で、ロッキー3では、その後のロッキーの姿が描かれるんだぜ。チャンピオンになった後の話なんだね。どんな展開になるの？世界チャンピオンになったロッキーは、すっかり有名になって、成功者としての生活を送っていたんだ。だけど、そんな彼の前に新たな強敵、クラバーラング、ミスター T が現れるんだ。クラバーラング？どんな敵なの？めちゃくちゃ強いストリート育ちのハードパンチャーだぜ。ロッキーが有名になって、ちょっと油断してる間に、彼はひたすらトレーニングを積んで、ロッキーのタイトルを狙ってきたんだ。なるほど。でもロッキーなら勝てるんじゃないの？そう思うだろ？ところが、ロッキーはクラバーラングとの試合に負けてしまうんだ。それだけじゃなくて、彼のトレーナーだったミッキーも心臓発作で亡くなってしまい、ロッキーは心身ともにボロボロになってしまうんだぜ。そんな展開になるの？ここからが熱いんだぜ。失意のどん底にいたロッキーを救うのが、かつてのライバル、アポロクリードなんだ。アポロはロッキーを鍛え直し、彼に新たなボクシングスタイルを教えるんだ。ライバルが師匠になる展開。それ、めちゃくちゃ熱いね。そうなんだ。アポロの指導の下で、ロッキーはよりスピーディーでテクニカルなボクサーに生まれ変わる。そして迎えたクラバーラングとの再戦では、見事な戦略とテクニックで彼を倒し、チャンピオンに返り咲くんだぜ。うわぁ。絶対に盛り上がる試合だね。しかも、この映画の主題歌、アイ・オブ・ザ・タイガーも大ヒットして、今でもスポーツやトレーニングの定番ソングになってるんだぜ。確かに、聞いたことある。それだけ有名な映画なら、今見ても楽しめそうだね。総評、まとめ。いやー、1982年って本当に名作映画がたくさんあったんだね。そうなんだぜ。SF、アクション、ホラー、ヒューマンドラマと、ジャンルも幅広くて、それぞれが映画史に残る作品ばかりだった。特に E.T. やブレードランナーなんかは、今でも語り継がれるレジェンド級の映画だぜ。日本映画も負けてないよね。蒲田行進曲や桐生院花子の生涯みたいな、独自の文化やドラマをしっかり描いた作品も評価が高いし。そうなんだ。特に1980年代の日本映画は、エンタメ性と芸術性がバランスよく共存していて、海外からも注目されることが多かったんだぜ。それにしても、ロッキー3とかランボーみたいなアクション映画の熱さもすごかったね。ああ、まさに熱い男の時代だったな。特にシルベスター・スタローンは、この時期にアクションスターとして不動の地位を確立したんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。